ブレイズで生贄に捧げるのは、竹沼生贄に捧げますか。お相手は2点ダメージ。ベリアナを引いてきました。高終われのエラスも生贄に捧げちゃいますか。そして、高終われのエラスの効果で回復。はいどうも、ヤッシーです。本日ご紹介するカードはこちら。団結のドミナリアで追加された、蘇りし悪夢、ブレイズです。このカードの効果をざっくり説明すると、自分の終了ステップの開始時に、パーマネントを一つ生贄に捧げることができ、何かを生贄にした場合、相手も同じタイプのカードを生贄にするか、相手に2点与え自分は1枚ドローのどちらかの効果を対戦相手が選択するという能力を持っています。黒にありがちな生贄でアドを取っていくカードですが、毎ターン生贄を強制されることがないので割と使いやすいカードとなっています。ただ、3マナなのでできるだけ早く出したいところですが、伝説クリーチャーなので通常のデッキで4枚採用できるかと言われるとちょっと怪しいカードですよね。そこで今回はあのカードと組み合わせてみました。前回の動画でも紹介したアーボーグのラタドラビックです。このカードは伝説クリーチャーが死亡した際に、そのクリーチャーのコピーを伝説ではないゾンビトークンとして場に出す能力を持っています。つまり、ブレイズでブレイズを生贄にすると、ブレイズの効果を持った22の伝説ではないゾンビトークンが場に残ります。これがなかなか強力で、普通はデッキに4枚採用しにくいブレイズを4枚入れやすくなり、序盤からブレイズをプレイする確率が上がるというわけです。また、今回はもう1体、ブレイズと相性のいいカードを採用しました。それがこちらです。ネファリアのグール予備ジャダーです。このカードは、毎ターンフランゾンビトークンを場に生成する能力を持つ2マナのクリーチャーなので、2ターン目に使って次のターンにブレイズを出せば、毎ターン生贄効果を使うことが可能になります。ジャダーも伝説クリーチャーなので、ラタドラビックとも相性が良く、躊躇なく4枚採用することで、序盤から引く確率を上げることができます。その他にも、ブレイズ、ラタドラビックと相性の良い伝説クリーチャーを複数採用しているので、一気にご紹介します。それがこいつらです。まず、忘れられた大天使リーサは、自分のクリーチャーが死亡した際に、終了ステップ開始時に墓地から手札に回収するという効果を持っており、ブレイズともラタドラビックとも相性が良いカードとなっています。高終われのエラスは、団結のドミナリアで追加された新カードで、自分がクリーチャーを場に出すたびに1点回復し、自分のクリーチャーが死亡するたび、相手に1点ダメージを与えるという食肉鍵のような能力を持っているんですが、ジャダーやブレイズ、ラタドラビックと相性が良いカードとなっています。そしておなじみ、シェオルドレッドはシンプルに強い伝説クリーチャーです。ラタドラビックがいる時に死亡すると、サイズが小さいトークンとして生まれ変わるわけなんですが、その22のゾンビトークンも接し持ちになるので、普通にラタドラビックとも相性が良いです。ということで、今回はこんな感じのデッキを組んでみました。除去カードは、全体除去の食肉鍵と、万能除去の冥府の掌握を採用しています。そして、この組み合わせが異常に強かったのですが、墓地回収カードとして、セラの模範とファイルクシアの宣教師を採用しました。3マナ以下のカードを毎ターン1枚、墓地から唱えられるようにするセラの模範とブレイズの相性がめちゃくちゃに良く、ラタドラビックやリーサとのシナジーもやばいので、もう本当にとにかく優秀なカードでした。ドローサポートとしては、クリーチャーが死亡するたびに1枚ドローできる、病的な日和見主義者を2枚だけ採用しています。盤面が膠着している時に1枚引けるとかなり心強いカードとなっていますし、ジャダーが引けている時に、病的な日和見主義者を場に出せれば、そこからは毎ターン安定して追加で1枚ドローできるので、いると助かるなという感じのクリーチャーではあります。その他、プレインズウォーカーとして、ベールのリリアナと放浪王を2枚ずつ採用してみました。どちらも除去能力を使っていくのが基本になるプレインズウォーカーですね。ということで、このデッキで早速対戦していきたいと思うのですが、ここで一度宣伝させてください。このチャンネルは、まずチャンネル登録者100人を目指してます。ここまでの時点で参考になったよとか、面白かったよという方は、めちゃくちゃ励みになるので、ぜひチャンネル登録や高評価をしていただけると嬉しいです。
それでは実際の対戦を見てみましょう。どうぞ。はい、ということでこちらが後攻でこの手札。まあ結構いいですね。これはキーカードが引けてるのでキープしましょう。お相手はセレズニアデッキですね。そしたらこちらはコイロスの洞窟を出してターン終了です。お相手は平地、そして無常の神が出てきました。ってことはこれエンチャントだな。ナヤルーンかもしれない。でも今ナヤにする理由ないかな。でもあれか、鏡割りの偶話があるから赤が入ってる可能性は全然ありますね。お相手は監禁の円環。除去ですね。追放除去は結構このデッキに刺さりますね。こちらはネファリアのグール予備ジャガーを引きました。そうしましたらジャガーを出していきます。これでターン終了。ただジャガーのジャガーがやられました。きっついぜ。お相手は無常の神でアタック。こちらのターンですね。エイガンジョー今引くのはちょっと遅いな。シェオルドレッドを出していきます。このシェオルドレッドでなんとか無常の神が止まればいいんですけどね。お相手は2点ダメージ。監禁の円環がもうないといいんだけどな。気前のいい訪問者。お相手はターンを渡してきました。これはラッキーですね。そうしましたらこちらは捨てられたぬかるみ竹沼をプレイしまして、まずは高大荒れのエラスを出していきます。そして蘇りし悪夢ブレイズを出していきます。でこの効果で攻撃をせずにブレイズでゾンビトークンを生贄に捧げます。そしてお相手は気前のいい訪問者を生贄に捧げました。さらに2点ダメージ。これシェオルドレッドとブレイズのおかげでどうにかなってますね。お相手は樹海の自然主義者が出てきました。ただ高大荒れのエラスが接しを持ってるのも何気に偉いですね。放浪。この放浪は大事にしたいですね。攻撃をしません。そしてターンを終了しますが、4マナあれば十分なのでコイロスの洞窟を生贄に捧げます。お相手は土地を生贄に捧げました。そしてターン終了。これでさらに2点。お相手は気前のいい訪問者を出してきました。そして殴らずにターンを終了します。こちらのターンですね。シェオルドレッドじゃなくて高大荒れのエラスを引くことができましたが、ブレイズで次エラスを生贄にしましょうか。でもエラス生贄にするとちょっとしんどいな。ここは生贄に捧げずれいきましょう。じわじわ相手から2点奪っていくっていうのがいいですね。お相手ですが気前のいい訪問者がさらに出てくる。そして動かずにターン終了。よし。冥府の掌握引けましたか。冥府の掌握引けたのは偉いですね。じゃあここは攻撃せずに引き続きターンを終了していきます。そしてブレイズでも生贄に捧げずにお相手にターンを渡していきます。これシェオルドレッド守ってるだけで勝てるな。でミチコの真理の支配。これで無常の神にめちゃくちゃカウンターを乗せて殴ってくる可能性がありますね。これ殴ってきそうだな。さすがに12点だもんな。ただお相手としてもこれあんまり殴りたい盤面ではないはずなんですが、ただ監禁の円環があればもう1個出してきた。これは強いですね。で全部解決しましょう。でどうせ無常の神に乗せてきて20点。これ一撃で決まる可能性あるやつですね。お相手ただターンを渡してきました。じゃあ冥府の掌握ですね。さよなら。よし。しかもここでブレイズ。一旦お相手殴ってくるのあんまり怖くなくなったのでセラの模範を出していきます。さてこれでコイロスの洞窟を出していきます。そして攻撃せずにターン終了で、こちらはもう一度コイロスの
洞窟を生贄に捧げます。そして2点回復。で、お相手はさらに2点ダメージ。いやー、これなかなかこっちに来てますね、流れが。ただ、お相手、樹海の自然主義者がめちゃくちゃでかくなってきました。で、さらに調和の降りて、これでトランプル付与があると結構しんどいんですけど、トランプル付与はなさそうですね。なのでお相手はとにかく樹海の自然主義者で回復することを狙ってきました。そしたら高割れのエラスで、こちらは接しで相打ちします。まあ一気にライフレースこれバグってますね。やば。これ、やばいっすね。アーボーグのラタドラビックを出していきます。これで、攻撃せずに、ターンを終了。で、そうですね。まあ、ブレイズを生贄に捧げますか。これでお相手も生贄。で、ただしこちらはブレイズが復活します。で、お相手はミチコの真理の支配が裏面になって戻ってきました。さあ、次のターンですが、お相手は気前のいい訪問者を出して、そして空に祝福されし侍で殴ってきました。さあ、こちらのターンですね。いいですね。土地引きましたね。そうしましたら土地を出しまして、まずは、大割れのエラスを出していきます。そしてさらに、蘇りし悪夢、ブレイズをもう1体出します。さて、これで攻撃はセラの模範だけで攻撃しましょうか。お相手のライフを詰めていきます。そして蘇りし悪夢ブレイズでは、まあ蘇りし悪夢ブレイズですかね。これで生贄に捧げた状態でさらに復活。そしてこちらはもう一回 H を捨てます。さて、こちらの回復の方が早いですね。いや、この盤面結構えぐいっすね。カティルダが出てきました。カティルダ結構嫌ですね。次のターン、うまいこと放浪を残しておきたいですね。はい。ということで、こちらのターンです。これやばくない？食肉鍵虐殺事件はマジ虐殺してんな。でもカティルダが残っちゃうから美味しくないですね。そうしましたら、こちらはまず平地をプレイします。その状態で、さらに、何も出せないですね。何も出さずに、ターンを渡していきます。さて、これで、ブレイズで生贄に捧げるのは、竹沼生贄に捧げますか。さて、お相手は2点ダメージ。さらに、ここでベリアナを引いてきました。これは美味しいですね。高終われのエラスも生贄に捧げちゃいますか。はい。で、お相手はさらに2点ダメージ。そして、大割れのエラスの効果で回復して、お相手にターンを渡しますが、こちらはカードを捨てる必要がありますね。そうですね。トイロスの洞窟を捨てますか。はい、お相手は2点ダメージ。結構この時点でお相手しんどい盤面のはずですけどね。このターンに勝ちきれなかったら結構お相手は負けが確定するのかな。ブレイズでどんどん生贄に捧げてアドを取っていくっていうこの流れ、やばいですね。お相手は平地をプレイ。そして、攻撃ですかね。カティルダでも攻撃してきました。そうしましたら、カティルダをフォーローで除去したいと思います。カティルダを除去します。これで墓地からカティルダも唱えられないので、もう結構お相手はしんどいはずです。はい。で、この4点はどうでもいいので、ブロックしないで受けましょう。はい。さて、こちらのターンですね。で、お相手は再び
な感じになりまして、こちらはまず沼を出しましょう。そして、蘇りし悪夢ブレイズをもう一回出します。はい。そしてさらに、高終われのエラスも出していきます。そしてお相手は投了。対戦ありがとうございました。これは綺麗にコンボが決まりましたね。はい。こちらが先行、お相手が先行で、この手札。まあ、かなりいいですね。キープで動きたいと思います。まあ、2ターン目ジャダー、3ターン目ベールのリリアナと動いていけると理想的ですね。さあ、お相手ですが、1回マリガンしまして、出してきたのはラフィーンの塔。これはエスパーデッキな気がするな。多分、ラフィーンがいるタイプのエスパー。しかもコイロスの洞窟。ってことは、まだエスパーか。じゃあ、ネパリアのグーリオビジャダーを展開しまして、お相手にターンを渡していきましょう。もしかして打ち消しある？ないか。よかった。フェアリーの嵐屋。フェアリーの嵐屋。なるほど。これ、あれですね。次のターン、ラフィーン出てくると結構だるい。よかった。婚礼の発表ですね。そうしましたら、こちらは、まず、とりあえず、ゾンビで殴ります。はい。で、この状態で、ブレイズをプレイしていきたいと思います。さて、まずはジャダーでトークンが出てきまして、このゾンビをブレイズで生贄に捧げます。お相手は2点。なるほど。クリーチャーを生贄にするのは選びませんでした。多分2体でアタックしてフェアリーの嵐や強化したいのかな。虚空先。結構めんどくさいのが出てきましたね。そうなると、食肉鍵ではリリアナじゃないや、フェアリーの嵐や取れないけど、婚礼の発表でお相手1枚引きますんで、ここは勇気を持ってジャダーでブロックしてですね、そして、フェアリーの嵐屋がでかくなったんですが、これをリリアナで布告除去していきます。はい。お相手は生贄に捧げます。さて。これでお相手のターン。今のところこちらの方がうまく動けてますね。で、お相手は婚礼の発表が裏面になりました。こちらのターンですが、そうだな。映願状は出さないと白ダブルシンボルのカードが使えないので、しょうがないですね。で、次に使いたいのは、シェオルドレッドかな。さすがに。シェオルドレッドを使っていきます。さて、これで、こちらはお相手にハンデスを強います。そして、こちらはセラの模範がいるので、ベールのリリアナを捨てていきたいと思います。お相手は放浪を捨ててきました。ということで、お相手はさらに毅然たる援軍。これ完全にトークンで殴り切って勝つタイプのデッキですね。ただ、お相手結構ドローもありそうなので、リリアナを2体でアタック。そして毅然たる援軍も殴ってくる。これリリアナはどっちにしろやられますので、チェオルドレッドが念のため倒されないことを優先してブロックしないで攻撃を通します。さて、お相手はここでこちらにターンを渡してきました。そうしましたら、こちらは食肉鍵虐殺事件を X=2 で打っていきたいと思います。よし。これでお相手の盤面は一掃されますね。で、シェオルドレッドをアタックさせるかさせないか。映願状があるとやられてしまうのか。映願状ってコスト3で打てるのか。じゃあ、ちょっと映願状構えられてると困るんでターン終了します。お相手はフェアリーの嵐矢を出してきました。そしてお相手にさらにカードを引いたので2点のダメージ。そしてこちらは、ラタドラビック。そうだな。セラの模範を出していきましょうか。セラの模範を出していきます。さて、そして、ジャダーを出していきます。はい。
これで攻撃せずにターンを終了。さあ、お相手のターンですが、毅然たる援軍が出てきました。まあ、お相手は結構トークン展開デッキですね。ただ、シェオルロレッドでどんどんライフが詰められていきます。そしてこちらですが、フェアリーな嵐屋でブロックして他は通します。まあ、なぜかというと別にセラの模範今そんなに欲しくないので、やっぱ映画城ありましたね。よし。で、こちらのターンですね。お相手、投了、対戦、ありがとうございました。はい。こちらが高校でこの手札。まあ、キープでいきたいと思います。お相手はジェトミアですね。なるほど。まあ、こちらは砕かれた聖域で、アンタップインして、まあ、一旦目を渡していきます。お相手、スレイベンのサリア。サリア刺さったな。とりあえずジャダーを出していきます。お相手これ、何デッキなんだろう。なんだこれ何デッキなんだ。まあいいや。砕かれた聖域を出しまして、ブレイズを出していきます。で、ここは攻撃せずに、ブレイズでゾンビを生贄にします。さて、お相手は2点ダメージを取りました。こちらは、おまけにワンドロー。で、お相手、選定された平和の番人で、こちらの手札を見て、何のコストを上げてくるかだな。結構お相手からしたら全部嫌なカードだけどな、これ今。ベールのリリアナ。ベールのリリアナを警戒してきましたか。そしたら、オイロスの洞窟を出しまして、選定された平和の番人を返しのターンで打ちますか。攻撃せずに、ターンを終了して、ジャーダーの効果で出てきたゾンビをブレイズで生贄。で、こちらはワンドロー。この選定された平和の番人を、よかった。これ粗暴な聖戦士やるなら、粗暴な聖戦士を冥府の掌握で倒す方が美味しいですね。はい。さて、お相手は攻撃せず。そしたらこちらは、どっちがいいかな。セラの模範出しても今美味しくないので、高終われのエラスを出しておきましょう。これで、攻撃せずにターンを渡していきます。さあ、こちらはジャダーで出てきたゾンビトークンをブレイズで生贄に捧げます。まあ、このエラス、ブレイズ、ジャダーの時点で結構コンボ成立してるんですよね。お相手はエラスとブレイズの効果で3点ダメージ食らいました。お相手はハラナとアレイナが出てきましたね。結構だるい。結構だるいけど、お相手攻撃せず。そしてこちらラタドラビック引きましたね。これは、やばい。やばすぎる。ラタドラビックを出していきます。そして、攻撃せずに、再びジャダーの効果で出てきたゾンビをブレイズで生贄にします。さて、お相手はこれで、さらに3点ダメージ。で、どうすかね。殴ってくるんすかね。殴ってきたとしても全員でブロックすればいいだけなんですけどね。ブレイズをね。なるほど。確かに、お相手からしたらブレイズちょっとどうにかしたかったでしょうね。平和の番人をエラスでブロック。大丈夫だった。そしたら、これ、蘇りし悪夢なんだよな。ブレイズを出しまして、ファイレクシアの宣教師はどうにかしたいので、一旦攻撃せずにターンを終了します。さて、これでジャダーが出てきて、さらにブレイズで生贄。さあ、お相手は、あれですね。有望な神道を生贄に捧げました。さて、さらに選定された平和の番人出てくる。まあでも結構相手この手札絶望するんじゃないかな。割と絶望だけどな、この手札。さて、食肉鍵虐殺事件をでかくしてきました。まあまあ構わないですね。サリアで殴ってくる。そうしましたら、
ブレイズ2体いらないっすよね。ブレイズでブロックしましょう。これで、ラタドラビックの効果でブレイズがさらに出てきて、高ワレのエラスの効果で相手はさらに1点。さて、これやばすぎるでしょ。リーサ。はい。終了って感じですね。はい、対戦ありがとうございました。はい、というわけで、こちらが先行でこの手札。あれですね、ポーカーだったら強かった。マリガンです。ホーロー、パイレクシアの宣教師、冥府の掌握。結構いいカードですけど、ホーローを戻します。これでこちらのターン。まずは、間違えた。まあいいや。沼をプレイしまして相手のターンです。で、次、ベールのリリアナ。いいですね。そしたら、ネファリアのブール呼びジャダーを出しまして、ターン終了。さあ、お相手のターンですが、お相手は、なんか、あれですね、お相手3色デッキエスパーですかね。そしたらこちらはベールのリリアナをプレイしていきます。さて、ベールのリリアナでカードを捨てさせていきます。こちらが捨てるのは、そうだな、ラフィンとか出てくると嫌なので、パイレクシアの宣教師を捨てていきます。さて、お相手は土地を捨てましたね。そしたら2体でアタックしましょう。はい。これで3点ダメージ通しながらお相手のターンです。ジャダーの効果でゾンビはもう1回出てきます。さて、こちらが20点、お相手が17点。そしてお相手は3マナ目が出ましたね。婚礼の発表が来ました。これ食肉鍵打てると美味しいな。食肉する？食肉しようか。食肉して、食肉します。これで、ゾンビ1体で攻撃。そしてお相手は、攻撃が通して、食肉鍵の効果でさらに1点ダメージを食らって、ターン終了。さて、これでゾンビが出てきます。まあ、ぶっちゃけお相手の人間に殴られるぐらい大したことないんで、殴らすときはいいんですよ。そして、シェオルドレッド。これ、天才だな。この冥府の掌握残したの。さて、お相手厳しい状況が続きます。で、人間トークンが殴ってきますが、ここはブロックせず。当たり前ですね。で、さらに人間トークンが出てきます。そうしましたら、まあさすがにこれ、2体で殴られるとしんどいので、ベールのリリアナで生贄に帰国除去して、人間がいて、冥府の掌握でどうにかなるけど、でも2点通しても大丈夫なのか。じゃあ、これ普通に何もせずに、リリアナ動かずで、このまま攻撃してターンを渡していきたいと思います。はい。ということでターン終了。さあ、こちらはゾンビが出てきます。まあ、お相手2体で殴る可能性は全然ありますね。ただまあ2体で殴ってきたところでベールのリリアナは生き残ります。そしてしつこい負け犬。なるほどね。なんとしてでもリリアナを落とすっていうことか。だったら、しつこい負け犬は冥府の掌握で倒します。さようなら。さて、これでお相手1枚ドロー。そして多分リリアナはアタックしてくるんじゃないかなと思いつつ、これはブロックしません。さて、お相手これで結構ライフ的にはしんどいはず。そしてここでセラの模範。これは強いですね。さて、これでベールのリリアナでプレイヤーにカードを捨てさせる能力を使っていきます。ようやくリリアナのプラス能力ですね。さて、お相手は土地を捨てました。これで、こちらは2体でアタックして3点ダメージプラス、食肉鍵でさらに1点。これで、お相手は残り5点ですね。で、セラの模範がいるので、まあお相手、もう残りあと2点ぐらいですね。しつこい負け犬を唱えたら負けます。
さあ、これは結構しんどいんじゃないでしょうか。2体で殴ったとしても、ベールのリリアナは守れてしまいますからね。いや、ベールのリリアナは守れないけど、お相手はライフ的に負けますからね。セラの模範を倒しましたか。なるほど。ただ、ベールのリリアナを、よし。対戦ありがとうございました。はい。ということで、こちらが先行でこの手札。結構いいですね。キープします。まずは、コイロスの洞窟を出しまして、ターン終了。次のターンですが、お相手は島を出してきたので、じゃあこちらは沼を出しまして、高割れのエラスを出しまして、お相手にターンを渡していきます。次のターンに病的な日和見主義者を出せれば、結構ハンドも拡充というか充実してくるいい感じに回り出す感じかなと思いますね。お相手は戦慄の遁走。直肉影を捨ててきました。よし。じゃあこちらは平地を出しまして、病的な日和見主義者を出していきます。これでアタック。そしてターン終了。お相手はさらに黒マナを伸ばしてくる。こちらラタドラビック引きましたね。そうしましたらラタドラビックを出していきます。これ打ち消し構えてる可能性あるか。軽蔑的な一撃。打ち消しでしたね。なので2体でアタックします。これでお相手のターン。さらに黒が伸びていく。なんか、さすがに除去入ってそうだけどな。お相手はこちらにターンを渡してくれました。これは動かずでいいですね。2体でアタック。これでこのままターンを渡していきます。で、お相手のターンの終わり際に放浪を出していきたい。岩式の収集。ちょっとめんどくさいですが、あれですね。こちら結構シナジー重視のデッキなので、単体で取られて怖いカードはあんまりないですね。コイロスの洞窟でお相手は土地を、引けたみたいですね。で、食肉鍵、X イコール3。なので、こちらは放浪を出しまして、放浪でプラス1カウンターを病的な日和見主義者に乗せていきます。これで日和見主義者は守られました。で、1枚ドロー。よし。こちらはアーボーグのラタドラビックを出していきます。そしてさらにサムライトークンを出します。これで日和見主義者でアタック。お相手にターンを渡します。さて、これ放浪をうまく刺さりましたね。で、お相手は神髄の針。これは起動型能力か。起動型能力ってことは、放浪がただの置物になったってことか。なるほど。お相手はこちらにターンを渡してきました。そしたらここはリーサを出していきます。お相手はこれ岩式の収集構えてるな。でも岩式の収集ならあんまり怖くないですね。はい。そして、3体でアタック。よし。いや、これラタドラビックリーサの組み合わせも何気に強いんですよね。で、お相手は投了。対戦ありがとうございました。はい。ということで、対戦動画ご覧いただいたかと思うのですが、いかがでしたでしょうか？現環境でティア1と呼ばれている黒いデッキにも勝つことができたので、意外と強いデッキだなという風に使っていて感じました。一方で、このデッキ自体がティア1になれるかというと、やはり序盤にブレイズやジャダーが引けるかどうかにかかっているというのが一つと、伝説クリーチャーがかなり多い構成になっているので、ラタドラビックやリーサ、ブレイズ、このあたりが引けていないとなかなか手札が事故りやすいということもあり、ティア1にはギリギリなれないなという風にも思いました。ただ、回ればめちゃくちゃ強いですし、使っていてとても気持ちがいいです。ということで、今日の動画が面白かったよとか参考になったよという方はめちゃくちゃ励みになるので、ぜひ高評価をしていただけると嬉しいです。また、このチャンネルでは、まずはチャンネル登録者100人を目指してます。ぜひチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。ということで、本日の動画最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。